静岡っぽいマップを見つけこれだっと勢いだけで始めてしまった我らのネオ静岡。とりあえずインフラを整え住民の受け入れを開始。さあ今回も開発頑張っていくぞー。まずは公領区との接続が橋1箇所のみなので適当に迂回路を敷設。人口4000人程度なのに渋滞してる無様な道路事情。この町、お医者さんいないんです。静岡人にはそこら辺のお茶でも食わせておけ。こらこら。へえ、ちっぽけな町だ。ぐぬぬ、マイルストーンまで静岡をバカにしよって。でも村呼ばわりからは卒業できたな。村から町になってついに通信が開放、インターネットや郵便が使えるよ。今までは矢組とのろしでした。そこまで田舎じゃないよ。失敬失敬。完成した診療所から早速黄色い救急車が出動。黄色の救急車は違和感あるな。マップの購入権がだだ余りだったので南方面に進出。ジャンクション西側の山がちょうどリアル静岡の日本坂トンネルっぽい。ほんとこのマップ静岡に似てるな。天然資源の情報が開放されてたので開発毎日と確認。今開放したところは鉱石があるらしいぞ。あ、そこはオフィス建てるつもり。資源には限りがあるっぽいし、ちゃんと計画して建てた方がいいかもしれんぞ。じゃあオフィス建て終わったらこっちで鉱石掘る産業を起こしましょ。住宅街に近すぎる気もするが、通勤楽になるから良さそうか。100は傾斜で歪んだ建物はお断りだー。後先考えない必殺の盛り土、すでに取り返しのつかないレベルの絶壁できてるな。困ってから考えるから問題あるめー。今回もレイムさんは勢いだけで生きてます。でもこれはさすがにむごいと感じた。絶壁に埋もれるジャンクションはえげつないので、気持ち下げてからなだらかにしてごまかした。で平坦化したところを住宅街との接続からビャーっと道路を敷設。住宅街から出入りしにくいが気にしない、見た目がそれっぽかったら永遠の思想である。そんなわけで1キロ直進の道路がこの区画のシンボル。太い道路と接続するから元の幹線道路も太くしましょ。おいお前それは5車線だが一方通行だ。5車線非対称道路に修正中。住民5000人に満たない町に一方通行で5車線とかお前マジ何も考えてなさそうだな。問題が起きてから直せばええんや。おい。でこの道路を住民が無茶して渡らないように歩道橋を建設。この町公共の交通機関まだないから、基本車か徒歩しかねえ。チャリできた。やかましい。一応南側を高速と接続しようとしたけど、急坂すぎて面倒になり適当接続。東方面にしか出入りできねえ。西には行けない関西差別化、許さんぞ。沼津っぽい地形あったら吉本劇場誘致するから許して。おい。そういえば2になってから高速のランプ簡単に作れるようになったのすごく嬉しい。こういう部分が3車線にこういうのもっとなしにできるのいいよな。親子のタクシー。高速から来て高速に変える。こら高速の U ターン代わりに使うなせめて買い物とかして帰りなさい。頭に来たので U ターンできなくしたった。我が町のインフラはただじゃ使わせんぞ。で中央の道路を挟んで区画を作って、接続は一方通行で左折のみで入れる感じにしました。人が歩くと危ないからビャーっと歩道橋も設置。東側の区画だけなんとなく信号を撤去。なんとなくで撤去はどうかと思うが、これがどんな風になるかはちょっと気になるな。左折の邪魔になりそうな横断歩道も撤去。こういうちまちました考察は時間泥棒だけど、こういうのが好きって人結構いそう。あっという間に時間が解ける。そんでこんな感じになりそうろセルが一部潰れてるのはご愛嬌。ちなみにここは繋がってるようで繋がってないので三差路です。十字路は絶対許さない。いや真ん中部分で使ってるよ。おい。それではとりあえず東側だけ区画を塗り塗り。あっという間に紫色のオフィスの需要が減っていく。こんなでかい区画いらんかった。後の祭りお次は高密度住宅の需要にお応えするため、川沿いに区画を準備したけど高密度住宅はマイルストーン8まで開放されないみたい。需要があるのに建てれないとはこれいかに。納得いかぬ。隣の低家賃住宅ってのも色が高密度っぽいし、とりあえずこれ建てろよ。で続けてドッグラン建てたら電気ないよのアイコン発生。電力不足か？発電所見たところ電力の可用性が赤くなってる。送電線繋いでるからよそから勝手に輸入するかと思ったら違ったみたい。チュートリアルガン無視したからさっぱりわからんぜ。とりあえず数増やせばええねん。小型石炭発電所建てましだー。よし、おまけで変電所もつけちゃおう。何がよしだ、それは高圧電流を低電圧にする施設だ。多分高圧の電線引っ張って、離れた町に低圧の電気分配するやつだぞ。そうなの？もう建てちゃったよ。
無資格電気工事ダメ絶対。良い子も悪い子も真似するなよ。適当に繋いだら電気使えるようになりました。変電所の無駄工事してるけど、一応電気復活してよかったな。紅葉区の需要も伸びてたので区画を塗り塗り。そういや拡張したのに色塗ってなかったな。川沿いの高密度区画のここ、急カーブすぎん。遠心力で体持ってかれそう。というわけでラウンドアバウト化しようと思い、大きいラウンドアバウトを使える環状交差点をアンロック。ラウンドアバウトの円が大きくなったぜ。まあ円の中今一車線だから太さとか関係ないけどね。おい。そもそもラウンドアバウトは交通量が多いところには向かず、信号なくてもスムーズに車が流れる場所に設置するのがいいっぽいよ。でもここめっちゃ混んでるぞ。あ、それはただの路中です。紛らわしい。住宅街の接続部で渋滞発生。そろそろ片側一車線じゃ限界か？左レーンが混むとはどっかで右折待ちかな？おいそこのトラック、なんで一車線道路で堂々と止まってんの？あ、こいつ無理やり U ターンしてやがる。渋滞の発生源、住民の交通マナーが悪いとか困難度対策生徒。あ、次の車も同じところで停車してる。ぶちのめすぞこの野郎。特に交差点とかはないんだけどそこで U ターン流行ってんのかな？下線？高速の降り口も混んできた。これは普通に静岡に来る人が増えてきた感じだな。とりあえず非対称3車線にアップグレード。そして季節は冬となり、一面の銀世界。おおこれはなかなか雰囲気あるな。ちょうどこの辺で動画の撮影終わろうとしてたのに、これじゃ最後のまとめ撮れないと撮影延長した瞬間、前回の動画が中途半端になった原因である。おい。商店の顧客が少ないとな。それは企業努力でどうにかしなさい。強く生きろ。新たな区画とか作りたかったけど、雪で見にくいし地味な道路のアップデートを開始。2車線から非対称3車線に置き換えは簡単にできていいぜ。特殊建造物のビラシティをなんとなく建設。大きな屋上テラスのある昔ながらのソーダバー、輸入費用マイナス 1% 魅力度プラス 1% の効果あり。名産静岡サイダーをご堪能ください。お茶コーラもあるでよ。マッスルカー用車庫なんてのもあったのでこれも建てようかなと思ったらマイルストーン達成、急成長中の街。1年かからず人口5000人にもなれば、そりゃ急成長だ。まあ解放されたのは繊維栽培くらいな模様。廃車がてんこ盛り。こちら出来たてほやほや、マッスルカー用車庫でございます。クールでスペシャルな車の売買や修理が行われるらしい。廃車から部品取ったり車のニコイチとか安全性が問われるグレーな会社だ。大丈夫、筋肉でなんとかします。それなら安心。廃車見てたらゴミ関係手つかずだったのに気づく。てか今までどうしてたんだろ。他県に捨ててたりしてそう。リアル静岡には発電できる立派なゴミ焼却施設があるので、あやかってうちも真似してみましょ。秘宝、ゴミ処理場角が妙音ってなる。シティーズあるあるだ諦めろん。こちらゴミで発電できるらしいので送電線を接続しましょ。あ、バーティゴスクエア、住めるだけで大興奮できる施設とやらが開放されたぞ。やれること多すぎでどこから手をつけるかほんと困るよ。嬉しい悲鳴ってやつだな。ゴミ焼却場稼働したら財政赤字に。しかもゴミ収集車も出てかない。こんなん一旦停止じゃあ。車が整備中で動いてない気もするが、この規模の街ならまだゴミ平気なのかもしれん。こらそこの黒のセダン、無理に右折するな渋滞するでしょ。おい寄せ黒のセダンだぞ。お偉いさんかヤバいアウトローが乗ってるかもしれん。後でこっそり右折禁止にしましょ。面と向かって文句言ったら処されちまうぜ。っていうか警察のカバー範囲どうなってんだろ。赤いところが多々あるし、少し立てました方が良さそうだな。かしこまり。地味に渋滞とかも増えてきたので広い道路をアンロック。路中の車も邪魔っぽいから駐車場もついでに開放だ。ポップミュージシャンの邸宅にお住まいの方、賃料が高いとぼやく。歌って稼ぐか馬売って支払いなさい。リアル世界で病院って駐車場埋まってて、面会とかで困るイメージがあるので駐車場を設置。そこ使わず目の前の墓地駐車場とか使いそう。こらずるはいかんよ。やっと雪が溶けたので街の全景をご紹介。なお、これを前回のエンディングにするつもりでした。尺の見積もりがバカバだな。住宅街はそれなりに建物で埋まっていい感じ。綺麗に並んだ住宅が匠のこだわり。今回頑張ったオフィス街はまだ5軒しか建っておらず、真ん中と端っこの商用だけ建物生えてるのくさ。紅葉区はまあ紅葉区って感じ。適当だな。本当はもっと南の海岸周辺を紅葉区にしたいので、ここはいつか再開発すると見越して適当なんだよ。再ですか。
リアル静岡だったらここから富士山とか綺麗に見えそう。いつか地形ツールで作ろうぜ。近くで見るとこんな感じ。車の手すくちゃ汚ねえな。画像設定もうちょっと見直した方がいいかも。さすがにこれは感化できんぞ。無駄に立派な墓地を拝見。この墓地の名称は一人ぼっち。これはお気に入りの歩道橋。だが傾斜がひどくスロープがやばい、道路もバグってるぞ。歩道を車道に繋ぐとバグるのは後で直すよ。横断歩道も危なそう。煙もくもくの紅葉空。工場は近くで見るとなかなか迫力あるな。煙やばすぎだけど。環境保護少女が助走つけて殴りかかってきそう。こらこら。ゴミ処理場裏のインターチェンジ。一応使ってくれてる。前回苦労して作った甲斐があったな。ではスッカスカのオフィス街を見ながら今回はここまで。ここが摩天楼立ち並ぶオフィス街になるかは皆様の応援次第、高評価ボタンよろしくお願いいたします。次回はこんな感じの不格好な立体道路や、鉱石資源を使った産業に着手。そして頭のおかしいラウンドアバウト区画。果たしてここまで動画編集をすることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。